様に大切なご報告があります。私、芳賀恵子と富和弘は今年1月11日に婚姻届を提出いたしました。突然の思いつきで結婚に至りましたため、皆様にご報告が遅れまして、大変申し訳ございません。2人で話し合ってその結果、いつ発表しようかなと、ね、散々話したんですけど、なかなかこうタイミングが自分たちの中から見出せなかったんですけども、とにかく発表したいと。で、自分たちの口から自分たちの言葉で、この結婚入籍したことを報告することが一番の誠意だと思って、今日はこのような場を設けさせていただきました。私も20年近く女優として活動してきて、最近では三名学の YouTuber としても活動してまいりました、ね、応援してくださるファンの皆様、そして支えてくださる関係者の皆様に私の口から直接報告できないかなと思いまして、こういった形を取らせていただきました。今日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあそれでは、結婚が決まってからの1月11日の入籍の様子を、動画でまとめてありますので、どうぞご覧ください。じゃあいきます。どうぞ。ビッグカップル、ビッグカップル。嬉しい。超可愛いよね。キラ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 。可愛い。すごいじゃん。やばい。すごいじゃん。キラキラしてるよ。嬉しい。あー。嬉しい。これすごいね。これすごいね。泣いちゃいます。すいません、映像の途中ですが、最初音声が出てなかったようなので、ごめんなさい。はい、最初から見てもらいたいので、もう一回流しますね。はい、いきます。それではお楽しみください。どうぞ。
こが怖いよ。怖がられる。そうな。はい、すいません、たびたびすいませんちょっとまた音声がいってなかったようなので、えはい、コメントで教えていただいてありがとうありがとうごございます。ざいます。それではもう一回チャレンジします。チャレンジします。はいまた聞こえてるかどうか教えてください。はい、では行きますね。はい、それでは行きます。どうぞ。おはようございます。きいちゃん、はい。今日はこれです。ゼクシー、はい。結婚しましょ軽いよ。はう。ね。い。いいよ。オッケー。このゼクシーには婚姻届が挟まっているので、うんうん。これを使おうという。それでは早速書いていきましょう。はい。昨日イカゲーム見てたから書けなかったもんね。真剣です。いや真剣さ。オッケー。よし。ちょっと待って、間違えた、5丁目って書いてたじゃん。ちょっと待って、どうしたどうした1丁目だよ、うち。ちょっと待って、ほらもうほら、5丁目とか言ってるからさ、もう、どうするこれ。婚姻届の承認のサインをもらいに市川に来ました。一人目の承認は鈴木まみさんです。ありがとう。嬉しいね。もう一人の承認のサインをもらいに銀座に来ました。二人目の承認はハッピーさん。おめでとうございます。めでたい。めでたい。いいですね。ビッグカップル。嬉しい。超可愛い。可愛いよね。キラ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 。可愛い。すごいじゃん。すごいじゃん。キラキラしてるよ。これすごいね。泣いちゃいます。結婚祝い。嬉しい。おめでとうございます。似合うね。おめでとう。トミさんもおめでとう。ありがとうございます。おめでとう。あおめでとうございます。来ていただいておめでとうございますありがとうございます。おめでとうございます。ないでしょう。だって付き合う前から知ってるからさ。全部知ってるから。すごくないね。すごくない。すごいよ。今や結婚。やばくない。すごくない。いやなんだろうね。すごいよね。だからね。いや、こんなに早く来るとは、この日が。いやすごいんですけど。本当に。マジで。ハッピーさん覚えてます？りかいさんと3人で UR TV の撮影の後に、代々木上原で行ったご飯。そうそうそう、うんでその時に、なんかトミさん誰か気になってる人いないのってハッピーさんに言われて、いや葵さんなんですけどつって、で今度なんか食事しようよって話から、確かに。で結婚するならなんか婚姻届は書くよみたいなああ言ったね。言った嘘。マジっすか、書いてくださいよっつって、すごい。嘘怖っ。全然書いてって言ったわ。思い出した。怖っ。早くないっていうか本当にそうなってるのがすごいな。そこが怖いよ。怖がられる。本当にそうなってるのが怖い。やばい。幸せになりますように。なりますように。もう幸せです。幸せです。最高です。ありがとうございます。あ、ちょっと言う。ちょっと幸せが過ぎたね。ちょっと幸せの圧がすごかった。でも大丈夫じゃない？ありがとうございます。風乗るよ。ありがとうございます。ありがとうございます。気分はどうですか？よろしいですか。すいません。ね、最高です。最高ですよ。だって大好きな。ねえ、ケイちゃんと。結婚するにあたって一言、トミさんからいきますか。じゃあ葵ちゃんに向かってお願いします。僕はやだ、ドキドキする。こんなそういう感じできた。初めて見た時からひーちゃんのことが本当に好きです。ありゃ今もー。うん。変わらな
ない部分もあるし、うん。どんどん増えてってケイちゃんのことをいろいろ知るたびに愛しさが増してます。うーん。これからも愛していきますのでよろしくお願いします。うわー。素敵。なにじゃあ、葵さんいきますか。はい。どうですか。トミさんに対して一言お願いします。いやもう初めは運命の人だって気づくのにものすごい時間がかかったんだけど、一緒にいるうちに、うん。この人しかいないなって、この人との未来が描けるっていうか、一緒に歩いていきたいなって思って、そこ信じられたから、私にはもったいないぐらいの素敵な人で大好きで大好きいただきました。これからもよろしくお願いします。いいですね。この絵がまたいいですね。めっちゃいいよ。ちょっとキュッと寄ってもらっていいですか。最高。これはいい絵だ。これはだいぶ取れ高が。いやめっちゃいい。これいいですよ。本当にハッピーちゃん、ありがとう。ねありがとうございます。全然ありがとうございます。よかった。なんか嬉しい。嬉しいね。本当最初は本当どうしよう僕の存在がね。どうしようかなって思ったけど、こんなことになるなんてびっくりだね。嬉しい。うん。引き寄せの法則を信じました。信じました。思いって叶うんですね。叶うんですね。トミさんでね。学びました。学びました初めね。てトミさんで学びました。思いって叶うんですね。これはもいや本当だよ、ね0、100にした人だから、すごい。う本当だね。だからすごいよね。めちゃめちゃすごい。めちゃめちゃ好きだもん。めちゃめちゃ好き。ね。じゃあ最後にそのもうめちゃめちゃ好きを葵ちゃんに向かってもう一回お願いします。めちゃめちゃ好きです。なんかドキドキする。いつも言ってんだけどね。ねいつも言ってる言ってんですけど。でこうやってね改まるとね。やだバカップ。ねいやもういやトミさんここはもうガツンといきましょう。ガツッとガツッとめちゃめちゃ好きだっていうのを最後もらってそしたら締めれるんで。めちゃめちゃ好きだ。ああいいですね。ありがとう。最高です。最高ですお二人。ありがとうございます。はーい。ありがとうございました。お二人に無事サインをもらった翌日、提出する1月11日の朝、緊急事態発生。なんと、婚姻届を提出する際に戸籍謄本が必要だということを知らなかったので用意していませんでした。どうしても1111月11日のゾロ目の日に入籍したいケイちゃんのこだわりで、急遽、双方の地元の役所まで戸籍謄本を取得しに向かいました。無事、今日中に婚姻届を提出することができるのか？それでは1月11日、当日の様子をご覧ください。私の実家の郡山に行って、戸籍謄本を取ってきます。郡山駅までの、切符、乗車券と特急券ください。本籍地ではない市区町村の役所に婚姻届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。婚姻届があれば OK と思って当日を迎えた2人には寝耳に水でした。一等しました。じゃあはいはいどうぞ。それ何？何これ？食べるお金。ただ記念日だから。ありがとうお母さん。いただきます。美味しいもの食べます。いただきます。一番だよ一番。一番でも嬉しいです。ありがとうございます。美味しいのでも。はい。あそうだ。お母さんからお祝いいただきました。いや、それではとんぼ返りしたいと思います。イエーイ。じゃあねバイバイ。気をつけて。ありがとう。行ってきます。和弘さ
よろしくだね。はい、わかりました。早朝から郡山に向かい戸籍謄本を取得したけいちゃん、どこにも寄らずすぐに自宅まで帰ります。おかえり。お次はカズくんの地元の千葉県野田市です。野田市役所まで電車とバスを乗り継いでいきました。バスもタクシーも全然来なかったので30分歩いてようやくたどり着きました。順調に申請できて無事戸籍謄本を取得することができ一安心。けいちゃん同様すぐにお家に帰りました。これから婚姻届を仕上げて役所に向かいたいと思います。だって今日がゾロ目であり、一粒万倍日であり、転写日であるということですんごいことになる。この結婚がすごい、今日始めたことがものすごいことになるって。だから私たちの結婚は世界を牽引する何かになるのではと思ってます。この印鑑ももう使わなくなっていくのかしら。そうだね。ね。おだって後ろにはハッピーさんとマミさんのがねありますからいいね、これは。ここれはいいパワー持ってますよ。れはね、すごいよ。これすごいよ。すごいよ。ほんとすごいよ。まみちゃんにはめちゃめちゃ相談して、まみちゃんは絶対ダメって分かってるのに、こいつ絶対振られるのに分かっているのに優しくアドバイスをしてくれたね。おー、綺麗。それでははい、提出しに行きますか。行きましょうか。はい、これから婚姻届出してきます。行きまーす。役場へ、行くよ。レッツゴー。行くぞ、レッツゴー。いや、嬉しい。すごいね。ありがとう。ありがとう、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。すごいね、今の嬉しいっていう表情を私だけが見れるのもったいない気がするよ。嬉しい。さあ、ここは僕らが住んでいるマンションのエントランスですね。さあ、これから役場に行きます。あ、雨やんでっかな。うっすらか。行けそうだね。ドキドキするね。じゃあ準備されるのかな。はい、役場に着きました。はい。やばい、悪魔の数字、悪魔の数字。やったラッキー。エネルギー強いね。やばい、エネルギー強い。149悪魔の数字が揃ってるよ。強い。ドキドキしますね。落ち着きがないです。独身債務ですよ、今。そうだね。そうだよ。もう人妻ですよ。大丈夫でしょ。大丈夫って何を心配してるんだよ。ただ人妻になれるから。どういう意味それもう。でもなんかドキドキすると嬉しい。嬉しい。まだちょっとね、そこまでたどり着いてない感情が。ただドキドキしてる。そわそわしてる。あ、来ました来ました。やばい、悪魔の数字。婚姻届ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いいね。1月17日。今一緒ですけども、ご一緒ってことです。あ、違うんですよ。部屋が違うんです。部屋が違うんです。はい。そうすると、そのまま住まいはこのまま継続のままなんですよ。別々です。はい。わかりました。なのでここの同居を始めた時っていうのは空欄で大丈夫大丈夫ですか？はい。ワンちゃんです。はい、ワンちゃんです。はい。これを出していただければいいと思うんですけど。わかりました。犬も変更届を出さなきゃいけないですね。で、たった今私富さん、富恵子となっていたんですけれども、これをまたやるってことは羽賀米太郎が富米太郎になるっていうことですよね。富の領土拡大が半端ないんですけど、なんか悔しい気持ちで。そんなことない、そんなことない、一緒じゃない。領土の拡大がすごい。富の一気にオセロにひっくり返したみたいな。米
米太郎まで取られたみたいな感じになってます。守ってくれるんでしょうね。回るよ。まさか富家の領土がこんなにも拡大する。まだちょっと母の血が残ってるからさ。そうだよね。まだ慣れないですね。慣れないよね。これで米太郎の富米太郎。よろしくお願いしますよ。領土拡大がすげえ。なんかそれ聞くと胸が痛いんだけど、かわいそうなことをしてしまっているみたいな。そんなことない。面白おかしく言ってるだけだから。意外となんか婚姻届これで OK です。本日は以上ですって完了するまで時間かかるんだね。ね、びっくりしたね。どうですか？心境？まあじんわり嬉しい。じんわり嬉しい。でも人一人と犬一匹養わなきゃいけないかもしれないんだよ。いや全部責任持ちたいなっていう感じなんですけど。任せろって感じで。任せるって感じ。本当名前変わったね。新しいお名前にしたものをお返しします。はい。受理証明書ですね。はい。受理証明書。はい。さすがにこれはすごい。ちょっとドキッとした。ドキッとするね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。結婚しましたね。やっぱ最後のやっぱ健康継承の名前が変わったのが、一番ドキッとしたかも。本当に変わったってね。変わったって。本当に結婚したんだなって。ね、嬉しいって本当だった。嬉しいって感覚なんだ。いやびっくりした。すごいね。私たちこれから仲良くしていきましょう。していこう。これからもねいろいろ楽しもう。ね、お願いします。嬉しい。乾杯しよう。そうだね。乾杯しようね。じゃあ入ります。はい。お疲れ様でした一日。お疲れ様です。ありがとうございます。わあ。結婚した。結婚したよ。すごいね。なんかさっき重いとかなんだ責任がとか言ったけど、もう全然嬉しい。全然嬉しいだけ。全然嬉しいだけ。やったじゃん。すごいね。私はちょっと感傷的になってしまった。はあってなった。なんか感謝が溢れたかも。親に対して。なるほどね。感謝だよね。お父さんお母さんありがとう。って感じがした。ちょっと泣けてきた。仲良くね。仲良くやっていこうね。じゃあ帰ろう。帰ろう。バイバイ。さあ、お家に帰ります。最後泣いちゃった。泣いちゃったね。なんかああやってさ、戸籍の証明書？見た時こうやってさ、脈々とさ、流れてるんだなって。あね、確かにね。それを感じたんだよね。すごいよね。っていうやつ。やつの水滴です。はい、お家に着きました。もう着きました。帰りましょう。帰ろうね。なんとケーキのプレゼントがありました。見てください。じゃん。ハッピーハッピーウェディング。ハッピーハッピーウェディング。ハッピーハッピーディアカジュくんケイちゃん。ハッピーハッピーウェディング。おめでとうございます。せーの。イエーイ。結婚してください。いいよ。なんだこのやさぐれ感。はい、それでは今回富和弘、羽賀恵子の結婚報告記者会見の司会を務めさせていただきます。葵坂テレビを去年円満退社しフリーアナウンサーとなりました萬田真美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では早速ではございますが質疑応答に移らせていただきます。質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、ではお願いします。
葵坂テレビ鈴木よしみです。おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが、2人でいる時の呼び名を教えていただけますか。じゃあ私からいいですか。はいはい。私は最初はカズくんって呼んだんですけど、やっぱ呼んでいくと派生していくじゃないですか。短くなったりとか。で、最初カズくんで、ほらスキピってあるじゃないですか。それでカズピになったんですね。でカズピになった後にピッピになってピだけが残りましてピッピになって今ピですね。もう誰かわからない感じですね。もはやピピって、ピピとかピってそうですね。ピでピピかピ。あとはカッピか。カッピー多いかもね。カッピも最近カッピが多いですね。はい。ちょっと戻ってきた、戻ってきた感じになります。はい。戻ってきたね。で、僕はなんだ、ケコニャンが多いかな。もう一回はっきりと言ってもらえますか。はっきりケコニャンが多いかな。ケコニャン多いよね。ケイちゃんも普通にナチュラルのケイちゃんも多いけどね。ケイちゃんも多いか。でもケコニャンの方が多くない？そうかな。まあでも本人がそう言うんだったらそうかもしれない。にゃんにはどういう思いを込めてらっしゃる？にゃんにゃんはなぜか2回繰り返す。にゃんにゃんって呼ぶ時もありますか？にゃんにゃんって呼ぶ時もあります。ああ、なるほど。にゃんって呼ぶ時あります。はい。まあにゃんってね。にゃんとピーで。にゃんとピーですね。にゃんとピーです。はい。そうですね。通じちゃいますね。なるほどなるほど。よろしいですか？にゃんとピーでありがとうございます。はい。ではどうぞ他にご質問ある方。では葵坂テレビの独身43歳鈴木よしみです。ありがとうございます。交際の経緯をもっと詳しくお聞きしたいなと思うんですけど、VTR にも司会の萬田さん出られてたんですけど、そうですね。詳しくお聞きしたいです。はい。じゃあカズから言う。そうですね。交際のきっかけとなったのは、ある女社長の主催する舞台があったんですよ。劇っていうか舞台ですね。先ほど VTR で出て出てた。ある女社長さん。女社長さんハッピーさんっていうんですけど、ハッピーさんの主催する舞台のオーディションの時に僕が撮影で入ってたんですよ、仕事で。でその時にオーディションに参加されてて、可愛いなと思って。でそれであとハッピーさんと食事する時にハッピーさんから「なんかトミさん誰か気になってる子いないの?」って聞かれた時に「いや葵さんなんですけど」って言って返事してから「じゃあ今度食事行こうよ」っていう流れで、まず一回食事させていただいたんですけどね。私にはそのハッピーちゃんがなんか葵ちゃんのこといいって言ってる人いるよみたいな感じで、私も4年ぐらい彼氏もいなかったんでみたいな。でね、ちょうど本当にまみちゃんとかにも相談してたし、ヨッピーにも相談してたりして、どうやったら彼氏ってできるのかなみたいなね、ことをおしゃべりしてたんですよね。でいい人なんかいいって言ってる人いるよって言ってもらって、ちょっとどんな人だろう、どんな顔だろうって顔ちょっと私すごい一番上にイケメンって書くぐらいちょっと顔にこだわりがあったので、どんな顔なんだろうって。でも今でもマイクじゃマスクの時代じゃないですか。ちょっと初めて会った時はどんな顔かちょっと分かんなかったんですけど、なんかね、その現場でね、舞台の現場で会うっていうか取材に来てくれたんで、その時に初めて、お会いしてハッピーちゃんあの方だよっていうふうに教えてくれたので、そうなんだって思ったけどはい、そうなんだのそのテンションはどういうこれが見えた時、あれってハッピーじゃなかったって結構はっきりそうなんです。本当に
タイプじゃなかったから。すごくあれですよね、ストライクゾーンが狭め。そうなんですよね。私葵さんは山田涼介って公言してたぐらいそうですもうねジャニーズの顔が好きだったので、あれちょっとタイプではないなって思っていたんですけど、まあでも好意は嬉しいなぐらいはありましたね。でそこからそのハッピーさんがとりあえずそのお食事会をっていうことをセッティングしてくださって、お食事会をして、やっぱりタイプじゃないなっていうのはあったんですよ。そのお食事会でのアプローチはされたんですか？すごかったです。どんな感じですかね？いや、お食事会でのアプローチは緊張しちゃってですね、全く喋れなかったんですよ。ああ、ご飯中が。で、その時に食事会の途中ぐらいからけいちゃんはお家に帰らなきゃいけないと。そうちょっと配信があって、そうコラボ配信があるから帰らなきゃいけない。で帰る時駅まで送っていくよっていう時に駅まで送ってった時にその時に LINE 教えてって聞いたんですよね。そうなるほど。連絡先聞い来ましたね。LINE です。LINE です。しっかりそこは抑えてらっしゃる。そこはそう LINE 聞いて、そこからやり取りをさせていただくんです。ちなみにその LINE 初めて聞いた食事会はいつなんですか？去年7月とかかな。多分そんぐらいだよね。7月ぐらいですね。ありがとうございます。そうですね。でも全然そのタイプじゃなかったんで何度も言いますけどね、タイプではなかったということです。本当にちょっと困ったなっていうのは思ってま LINE した。聞かれた時に困ったな思ってました。本当にその時は困ったな。でも一応交換して、それからは結構 LINE でのアプローチはあったんですか？あんまりないよね。どうやって返事もらおうかなって僕は考えるわけじゃないですか。富さん的にはその時の感覚はどうなんですか？ LINE を聞いた時の葵ちゃんの表情とかリアクション的にはですか？いや、なんか好感触だったのかな。前向きですね、前向きな。すごくだから最後ハイタッチなんかしてくれちゃったりしてね。それ誰とでもするっていう。そうですよね。そういうの勘違いしちゃって。ハイタッチするってことはみたいな。ちょっといいかなと。みたいな感じですね。そうですね。でやり取りしてたけど、なかなか発展しないんですよ。そうですね。塩対応っていうんですか。タイプじゃないのでね。塩対応中はどういう気持ちだったんですか？なんとか膨らませたいな、なんとかしたいんだけどなみたいな、なかなか埋まらない距離感にちょっとどぎまぎしていました。そうですね。でも私その時ねアプローチされてるのは知ってたんですけど。なんかそれこそですね、葵ちゃん的には顔がタイプじゃないけれども、よくしてくださるのであればということで結構一緒に遊んだ時ですね、葵ちゃんと終電を逃したんですよ。でみんなその駅の満喫で朝の始発を待とうっていう時にですね、葵ちゃんだけなんかお迎えが来るって言ってですね、1時間ぐらい待ったらお迎えが来たわけですよね。そうなんです。利用してたんです。利用していました。そうでしたね。ちょっとアッシー君のような行為を利用していました。葵さんはトミさんの行為を利用されていた。なんか2回ありがとう。利用してました。本当にね。最初はそんなところからのスタートだったということですよね。それでトミさん的にはでもそうやってちょっと頼りにされてるっていう感じでしたね。とてもポジティブな方ですね。そうなんですよね。会えるってだけで嬉しいじゃないですか。確かに。でもかなり夜中でしたよね。かなり夜中でしたね。ですよね。かなり夜中でした。すごくお家が遠かったのにもかかわらずですね、送り迎えをされていたっていうことで。テンションマックスで行きましたね。そうでしたね。やったぜ。いや私ほらなんていうんですか、ハッピー理論とか宇宙理論とかやってるので自分に正直にあれっていうことを学んでるじゃないですか。だからやっぱり気持ちがないのに期待させるのは申し訳ないしっていうので、気持ちだけは本当になんて言うんだろう、そういう気はないとかそういう気があるとか一切言わずに、ただ来てくれたら嬉しいな、嬉しいからっていう本当に正直な、ただひたすら真摯に向き合ってました。
トミさんとは。確かにそうですね、はい。別にこうしてくれたらこうなるよとかいうことでもなくですね。ないですね。そうですよね。そういうのはやってないんで。そうですよね、はい。別に来てくれなかったらそれはそれで良それでいけど、でも言うのはね、そうですよね。言ってみるっていうことはただですよね。やるじゃないですか。そうですよね。ということで本当に最低な女かもとは思うんですけれども、生き方を貫くという点ではそういうことをやらせていただいてたんですよね。でもそういう女性の方がね、いいですよね。やっぱこれからは素直に。だからなんだろう、すごく何でも言えたんですよ最初から。好きじゃないからね。そう。あれですね。気に入られようとかじゃないですよね。気に入られようが一切なかったから。そうですよ。皆さんそこですよね。やっぱり。最初からなんか助手席に乗った段階でもだらーみたいな。寝たりしてましたよね。そう寝たりしてたし、本当に緊張感を与えない方だったので、本当に好き放題。そんな葵ちゃんをトミさんは可愛いなみたいな。もちろん可愛いなと思いましたね。リラックスしてくれてるじゃん。心開いてるじゃん。本当に前向きな方で。ちょっと普通だったらね、なんか使われてるんじゃないかなとか、なんかそういうこと察しますよね。普通に考えたら。でもそれが全くなくですね、トミさんは。なかったですね。なかったですよね。素晴らしい。そっからどうやって。そうですね、気になりますね。どこでどうスイッチが入ったのか。そしてもともとそのパキラの舞台中、パキラっていう舞台があったんですけど、自分に寄り添うじゃないですかねっていうことをやってるから、行き帰りを全部タクシーにしようって決めてたんですよ本番中は。でもそしたら全部送り迎えするよっていうご提案があったから、じゃあ車なら一緒かみたいな感じでそのまま甘えさせてもらいました。はい。そこでほぼ毎日みたいな。そうです。そうですね。そこでやっぱ一緒に乗ってると会話をするじゃないですか。そこでかなり会話をしました。なるほどなるほど。結構距離あったもんね、その劇場から自宅まで。だからやっぱ毎日その帰りだけ送ってもらってたので、そこでかなりおしゃべりをして聞くじゃないですか。やっぱりどういう今までどんな活動をしてきたのかとか、こういうカメラマンになったのはどういう経緯でなったのかとか、お仕事に対する思いとか、そういうのをなんか聞くうちに尊敬したんですよね。ものすごい人だなって。その自分がゼロからここまで作り上げてきたっていうか、彼がカメラマンの前にバンドをやってたんですね。ドラムをやってたんですけれども、その後に、自分でカメラマンになるって決めて、そのなんだっけ、メールお仕事を欲しくて、いろんな人にメールを何百件で送って、こういう撮影あるんでやりません、やるときはぜひお申し込みくださいみたいな形でやって、今こうやっていろんな現場でカメラもやっているっていう、その聞いた時になんだこの人はっていう。で私もその何もないところから、スタートしてるから、そのなんていうんだろう、雑草根性というか、なんかそういうところがなんか似ているなっていうのがあったので、本当にその時は好きっていう感情はなかったので、心からもう本当に親友になりたいみたいな、友人関係を築いていきたいなって。まだ全然男とは見れなくて親友になりたい。親友になりたいなって。まだその時点尊敬はするけど、すっごい尊敬して、その行動力がすごすぎて、自分には行動力があんまりなかったので、この行動力欲しいって尊敬したところがきっかけですね。親しくなりたいっていうふうに。その車ってこうちょっと密室じゃないですか。その間に今トミさんは運転してますけど、ちょっとこう送った時の最後こう止めて、葵ちゃんが出るまでとかにちょっとなんかこうね、アプローチっていうか、そこでなんかそういうのありました？したい気持ちはあったけども、できない。それはできない。それは抑えたんですか？それともなんかこうできるような感じの隙が全くなかったという感じですか？いや、単純に僕のそのブレーキというか、振られたくはないじゃないですか。確かに。仕事もね今ね、デートを誘って
OK ってもらえる雰囲気も、まあないと。ないと、もうちょっと一声、もうちょっと親密になったらもういけるかなみたいな。なるほどなるほど。手前の状態なわけなんですよ。なるほどなるほど。なのでちょっとね終わったら飯行こうよみたいなことはまだ言えなかったんです。なるほどなるほど。じゃあもうここは自分の仕事に対する思いだとか、聞かれたことに対して真摯に答えて、その時間を過ごすというような。そうですね。なるほど。そうですね。それからそう旅行に行ったんですよ。急にですか？私が別で。はいはいはい。皆さんお返しください。別です。別で旅行に行った時にはいはい本当はお食事をするねお誘い受けていた。受けていなるほど。てお食事する予定がちょっと連泊してしまったので、はいはいそのお食事ができなかったっていうその帰ってこれないとそういうことになって。迎えしてもらっててなんか1回ぐらい食事しないとなみたいなのもちょっと出てきたので、本当に人としては大好きだったので、でそういう時にその空港までその旅行から帰ってきた時にまた迎えに来てくれたわけですよね。はい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 。本来なら自分との食事会があった日なのにもかかわらず、そうです。送り迎えのためにですね、空港まで迎えに来たと。迎えに来てくれて、はい。でそこからですね、なんか私の中でいろいろなブロックがあったところからちょっともうちょっと緩めてみようみたいな、なんならその緩め方は女性を好きになってもいいんじゃないかみたいな緩め方だったんですけど、はいはいはい。なんかそんな中でなんか緩めた中に入ってきもうパンって入ってきたって感じですか。その女性を好きになってもいいっていう、その緩め方、今ちょっと皆さんあまり理解されてないようなさらっと流しましたけど、ちょっとそこねあまり理解されてない感じ。それはもうちょっとちょっと性的なこととかですかね。はい。別に女性同士でもいいんじゃないか、可能性をもっと広げてもいいんじゃないかみたいな、結構その旅行で硬かった頭が柔らかくなったんですよ。なるほどなるほど。いろいろなアドバイスを受けて、そうです。可能性としてあるんであれば、そういう体験もいいんじゃないかというような。なるほど。でその中になんか別にいいんじゃないか、こんなに好きでいてくれそうですね。る人がと。顔がタイプじゃないというだけでこう排除するのは違うんじゃないか。もうちょっとなんか広く見てみよう世界をっていうところからですね。なるほどなるほど。急激にちょっと見方が変わったということですか。でもまだその恋心というか、男の方としてちょっとキュンとしたりということはあまりなく。あまりなかったんだけど、その旅行から帰ってきた時に自分の感覚が変わったから見てみようって思ったんですよね。なるほどなるほど。そうやって男性として見てみようっていうところからきっかけですね。そこからそのなんていうんだろう、本当に私男性が今までうまくいかない人生を歩んできたんですね。もうなんかすると裏切られる。そうでしたね。はい。そうでしたそうでした。本当に男性が本当にダメなんですよ。ダメっていうかうまくいかないんですよ。そうですね。っていう中で会うたびになんか信じてもいいんだよっていうことをなんか伝えてくれてたっていうか。なるほどなるほど。何があっても裏切らないよっていうのを伝え続けてくれて、その全力で愛するよっていうことをとにかく伝え続けてくれたんですよね。素晴らしいですね。でもそれ言葉だけでね言う方って、結構いらっしゃるじゃないですか。そういう意味で、多分葵さん今まで辛い思いしてきたのも、最初はそういうふうに言葉では、お前のことを一生ねとかって言ってきたけれども、急にいなくなってしまったりとか、今そういう経験をされてたわけです。なんかやっぱりそこで見ると同じかなと一生思ってしまいますけど、やっぱり行動が違ったということですかね。そうですね。行動がまずその自分が望みを書いた行動、まさにそうだったっていう。例えば本当に結構高望みしてたんですよ。送り迎えしてくれるもそうだし、料理を作ってくれるとか、なんかとにかく結構細かく望みを書いていたんですけど、そこをなんかことごとく簡単にクリアしてくる人だったんで、あれっていう
むしろ顔だけでなんかシャットアウトしてた私だけどみたいなところですよね。見てなかったわけですよね。だからそういう優しさとか、スペックが高いということもしかり、その知らなかった部分をちょっと見てみたら、思ったら、あれ私が望んでた人じゃないっていう。なるほどなるほど。それは大体いつぐらいの話ですか？それが去年の9月ぐらいですね。なるほどなるほど。前半ぐらいで、そしても会ううちにどんどん惹かれてったんですよ。はいはいはい。でも自分の中でいやでも違うよねって、そのタイプじゃないから、さすがにこれ以外全部自分の書いてあった望み通りの人なんだけど、あまりにも一番上に書いたイケメンとそのタイプじゃないのがちょっとおかしいなって、私のちゃんと望み宇宙に放ったんだけどなみたいなのがあったので、でも心はもう完全に惹かれて持ってかれてるんですよ。なるほどなるほど。でももうこれはどうしようと思って、私自分じゃ決められないってその時に思って、紙に付き合う付き合わないって書いて。小学生みたいですね。なんかね、占い師さんとか何かそれこそ三名学でなんか出してもらうとか、なんかそういうものではなく、付き合う付き合わないって書いて、くしゃ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 ってやって振ってして、これが私の答え。なるほど。これが神様と私の宇宙に答えですって言って、パーンって投げてパッてキャッチしたんですよ。そしたら開いたら付き合う。うわー、素晴らしい。書いてあって。その場で速攻電話して付き合おうって、自分から言ったの。もうなんか寝耳に水寝耳に水というか、富さんとしてはどんな感じですか、その電話が来た時は。って思って。そうですよね。車運転してたんですよ。はいはい。まあ送って行った帰りに、この硬直状態っていうんですかね、このうまくいかなさそうな雰囲気。そうですね。まだいかななんとなくここがまだ打破できない。でも仲良くはない。友人は友人も本当に仲は良かったんですよ。で恋人関係になるまでどうしたらいいんだろうみたいな、どうしたらみたいな感じだったんですけど、電話かかってきてみたいな、と思って、嘘かと思いますよね、ちょっとびっくりして、そう青信号なのに止まって、まあ深夜だったんでね。まあそうですね、深夜だったんでね。いいのみたいな感じでちょっと興奮しちゃって、でも嬉しいと思って、思いが伝わったのかと思って、すごいですね。嬉しかったですね。でもこんなに大切にしてくれる人はいないなって。でもだからこうやって振ってる段階で多分付き合わないって出たら、その場は付き合わないって多分別になんか電話もしないしね、付き合わないっていうところ多分その場で動かなかったと思うけど、でもこうやってる段階でもうなんか付き合いたいって思ってるなっていうのが、こっちが出てほしいぞみたいなのがもうね、もう望みで出てたんですよ。なるほどなるほど。だからこれ、きっとそうなんだなって思ったら本当に付き合うって出たから嬉しかったという。そう、速攻電話しました。なるほど。素晴らしい。それを後から聞いて、おみくじ的に。なるほど。そんな感じで。ギリギリだったのね。そうですよね。二択ですからね、ある意味ね。俺の気持ちはもう関係なかったなみたいな。天の神様の言う通りでしたっていう。なるほどなるほど。びっくりしましたけど。確かにそうですね。でもなんかおしゃべりの中で、私ほらすぐなんか振られるっていうのがすごい根深くあるから。であまりにもその男性がうまくいかなすぎて一人で生きていこうって決めたから、だからこうなったんですよ。自分で自分の責任を取れる人間になろうと思ってお仕事も頑張ってきたっていうのがあったから、なんて言うんだろう、世間のその女性のその打算的なもの、最初は打算的なもので結婚しようとかっていう若い頃はそういうのがあったけど、もうそういうのがなくなってた時だったんで、別にここがうまくいかなくなっても私はもう一人で生きていけるから大丈夫っていうふうに思ってたんで、その付き合う前にしょっちゅう言ってたんですよね。付き合ってからもですね、責任取ろうって思わないでねって、私は一人で生きていけるから
いくらねこうやって付き合うってなっても全然好きじゃなくなったら即言ってほしいし、もう時間無駄にしたくないから前を向いて歩いていきたいって思ってたから、でも本当にでもそれって多分恐怖心かそうら、ですね、なんかね、先に言っておこうみたいなね、バリアを張ってことですよね。るんですけど、なんか言ってねっていうのはすごい言ってたんですよ。責任は取ろうなんて思わないでねって。そしたら俺は責任を取りたいんだって言ったの。おーピーがね、ピーはね、あすいません、呼ばないでください。二人だけの呼び名なんでね。すいません。はい。そう、俺は責任を取りたいんだよっていうふうに言ってくれて、うわ、なんか上行かれたなっていうか、そのなんか自分の想像を超えてきたなっていうのが、もう本当にこの人しかいないなっていうお付き合いしてる時にそれはすごく感じてましたね。なるほどね。はい、どうぞ。すいません。はい。早期塾チャンネルですの松田と申します。はい。この度おめでとうございます。ありがとうございます。葵さんは三名学でいうところの不信の語を思っていらっしゃるんですが、はい。今回、トミさんとね出会って、その不信の語は完全に私払拭したとお思いですか？結婚になる時に私が不信の語を持ってるのはもう自分でも分かってるし、もう2回もやっちゃってるんで、結婚する時に結婚相手だっていうエネルギーをすごい出さないようにしました。なんて言うんだろう、結婚するぞっていうのをもうやめました。なんか付き合ってる時に結婚っていうのをもう描かない。結婚ってことを決めずしたら素直になれた。素直になれたっていうか、トミさんがさっき、責任を負いたいんだと、ここまで言われても、まだ疑ってましたか？いや、それでも人の気持ちは明日どうなるか分かんないっていうのもあったから、その気持ちは受け取るけど、なんか生き方は多分変わらないなっていうことを感じてて、結婚するってなったのも本当に急遽だったので、その結婚したい結婚したい結婚したいみたいなこうエネルギー発さないままポイってしちゃったって感じなんですよ。そうでもそれがどう働くかはこの先分かんないけど、そうっていう感じなんですよね。いや、よくね乗り越えられましたね。いやー、分かんないですけどね。まあちょっとなんか不信の語を持ってる方がね、ちょっとすごく明るい光が出てくるんじゃないかなと思って、そう思います。ありがとうございます。ありがとうございました。もし彼が裏切ったとしたら、もう私のエネルギーのせいです。なるほど。三名学的にはね。その不信の語っていうのは先生、あまりその結婚に向いてないということですか？向いてないわけじゃないんですけれど、はい、相手が信じきれないものを発してるってことなんですよね。なるほど。だからそれをね、トミさんが超えたんですよ。もう信じたんですよね。どうなってもいいから自分の気持ちをで葵さんを包むと、なんかそこに私は非常に感動して、いや本当そうですね。なんかよかったねって思いました。なるほど。本当に全部想像の全部を超えてきたんですよ。こんな人はいないですね。いません。本当すごいと思います。0か100ってね、おっしゃって、0は無限大でしたね。はい、本当に皆さんに勇気を与える。そうですね。本当にそう思いました。いや、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ他に質問ある方どうぞ。じゃあ葵坂テレビ鈴木よしみです。ありがとうございます。はい、お願いします。トミさんからの葵ちゃんと付き合う経緯もちょっとお聞きしたいな。0-100にしたその望み方っていうか。望み方ですね。もう最初から可愛いなって思った時からなんか付き合えたらいいなみたいなのは妄想するんですけども、そこまではね結構誰でもしますもんね。そっからですよね。そっからです。そっから
まあ、食事してはい LINE を交換するようになってからもう絶対いける絶対いけるって思うんですよ。呪文のように唱えるわけですか。そう根拠のない自信というか、はい、本当にそれは思うんですよ。うんうん、なんかいける時になったら絶対いけるんだと、うん、大丈夫なんだと、うんうん、ねと思っているのと同時に、はい、同じぐらい要は鏡を見るというか現実を見るんですよね。はいはい、こういけてない自分、はい、あんまり相手にされてない自分をね、はい、もうそれも同じぐらい見る、はい、絶対いけるってもう確信的に思ってるんですよ、うん、心では、うん、だけど現実は塩だな塩対応でなかなか近づけないなっていうのも、同じぐらい見るっていうのが大事なのかなとは思うんですけどね。その現実に引っ張られそうにはならないですか。だって実際の見えている世界では塩対応されてるわけじゃないですか。でもいけると思ってるけどいけてないじゃない、やっぱダメなのかなってことにこう引っ張られる方が多いと思うんですけど、そこの立て直し方はそこを超えるんですよね。もう、大丈夫だとそれどっから来るんですかね、その大丈夫だがちょっとすごい気になるんですけど、葵さんからもどうやってですよね皆さん。ここ結構知りたい方が多いと思うんですけれども、はいはい三名学的に、はい。トミさんは、木火通明といって、木と火が天界に投函してるんですよね。トミさんの三名学が、はいはい。それでそれって羽生結弦さんとかもそうなんですけれど、非常に頭が良くて、はい、容姿端麗、はい、そして容姿端麗ってことは割と自分に自信がある方なんですよ。なるほどなるほど。ナルシストではないけれども、まあ自分に自信がある。そうだからそれぐらいこう天命的に非常に美しくて素晴らしいものを持ってる。それは本当にそうやって産んでいただいた親御さんに感謝して。なるほどなるほど。まあたまたま葵さんのタイプではなかったけれども、まあ一般的に見たら魂とか生まれのね宿命からすると非常に天命に恵まれる名式だと思います。なるほどなるほど。トミさんご自身はどうですか。自分の容姿に対していけてるなとまあ思ってたというか、その小さい頃から。容姿的にはそんな自信があるのかって言われたらないですけど。ないんですか。そうそこじゃなくて、まず可愛いなって思って、でも仕事だから仕事先の女の子とかはちょっとタブーじゃないですか一応。だけどこうハッピーさんがこういう通り持ってくれたから、そこでその自分のなんですかこれもし近づけたらいけるっていう気持ちが、っていう願いと現実的に塩対応かもしれないけど、最初から比べたらもうライオンも交換できてるし。なるほど。あるを見たということですね。素晴らしい。あるを見たということですね。本当に。それを何もなかったゼロからそういう意味で鏡を見るっていうか、はい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 。そう鏡の自分はまず鏡の自分が先に笑うわけじゃないじゃないですか。自分が笑うから鏡が笑うということですね。そうです。現実の話はね。はい。だからピーピー。すいません。呼ばないでください。ピーピーとかはいすいません。そうです。なるほどなるほど。でそれでちょっとちょっとずつだけど前進できる、前進しているみたいな。持久戦なんですよね。なるほどね。そう長距離走みたいな。確かに確かに。もうそんなにこう短期間で落とそうとか思わずに、もう長いことかけてでもやってやるぞというような心持ちがあったということですよね。そうですね。確かに実際ですね、私相談を受けていたんですよね。婚姻届の承認というものをね書かせていただいたのは、実際もともとトミさんの方から葵ちゃんと私が仲いいのを知ってですね、ちょっと葵ちゃんいいと思ってるんだけどご飯屋さん行くならどういう系がいいかなとかすごい聞かれたわけですよね。でも私もお肉だったらいいんじゃないとか、結構最初適当に答えたんですけど、でもねあんまりこう堅苦しいようなそのフォーマルで行かないといけないようなところにいきなり連れて行かれても、言ったらね好きな人と行くのはいいけどそんな気がない人に行かれても嫌じゃないですか。だからその頃合いはいいこういうところがいいんじゃないかなって相談をしてて、でいろいろと相談を受けてるうちにですね、トミさんの人となりみたいなのも私も聞くようになってですね、それこそ過去のね彼女どんな感じだったのかとか、そういう落とし方とかね、そういうのいろいろ聞いたりとかした時にこれだけすごい印象に残ってるのは、俺は付き合ってもらったらすごい俺の良さ分かると思うんだけどってすごい言ってたんですよ。なんだこいつっていうわかります？ちょっと言っ
ってみりゃなんか自分のね自信がやっぱこの付き合ってもらったら分かるんだよね良さがみたいな、って言われた時にあそうなんだみたいな。でも確かに友達として聞いていてもなんかそれだったらちょっとね葵ちゃんにお試しでもいいから、そのね付き合ってもらったら良さが分かるんだったらなんかそのアピールもねさせてあげたいなというなんかちょっとした親心みたいなのは確かに芽生えていて。だからなんか私の方からも、途中まではもちろん内緒で相談を受けていたんで、私とトミさんがこう仲良く話をしてるってことは葵ちゃんは知らなくてですね、ちょっとあることをきっかけにそれがバレたんですね。それでもなんかしまったってなって、そう信頼関係が崩れるじゃないですか、こういうことって。でも私はもう完全にもうすぐトミさんを切ってですね私は葵ちゃんと仲良くいきたいので、これからの関係性ももうトミさんのことをもうケチョンケチョンにでもねしてもいいから私はちょっともう洗いざらい実は相談を受けていたってことを葵ちゃんに話をしまして、その時にでも心苦しいじゃないですか、私もしてもせっかくね相談をしてくださって私もいい人だと思っているのになんかそういうことがねあって。なんか姑息だなって例えば思われたとしたら、私が友達だから友達からこう近づいていろいろと聞こうとしてたとかって思われてもかわいそうだなって思ったんで、何かちょっとトミさんにとってもいいことがなんかないかなみたいなのがあったんで、確かにそうやって付き合ってくれたら俺の良さ分かるって、確かに顔がタイプじゃないって葵ちゃんはずっと言ってるけれども、でもやっぱりこう心からこうなんていうんですか惹かれるってことって絶対にあると思うのでね、なんかそういう意味でもちょっと男性不信に陥ってる葵ちゃんにはなんかこう温かい愛をもう送ってくれる人だってことは分かったので、そういう意味で葵ちゃんにも「いや顔がタイプじゃないの分かるんだけど」みたいな。でもちょっとご飯とかもうちょっとなんか行ってみたらみたいな、なんかそういうようなことをねなんか言えたなっていうのはすごくあって。でもそのまみちゃんの推しが私も心を開いていたので、そうだなって見てみようって思ったきっかけでしたね。本当にね、なんかそういうものってね重なるし、これがもしかしたらトミさんの持ってる思いの強さが私を突き動かしたのかもしれないですけど、なんかねそういう感じで話がねこう進んでいたのはすごく嬉しいなっていうふうに思いますけどね。はい。鈴木さん何か質問ありますか？もうちょっとなんか続きっていうか、トミさん側からの付き合うその経緯もいいか。どんな感じですか？もうピンポイントで何が聞きたいかとか、鈴木さんの方から。どうぞ。コメント。お互いの好きなところ言ってほしい。なるほどなるほど。お互いの好きなところいいですね。ピッピから。ピッピから。ピッピと呼ばないでください。2人だけの呼び名なんでね、それは。トミさんで、じゃあトミさん。はい、カズピから。好きなところは、お話をいっぱいしてくれるところです。なるほどなるほど。かわいい。そうですね。なるほど。じゃあもうトミさんは結構聞き役というか聞くのが好き。そうですね。ケイちゃんが話すのをもう聞くのが好きですね。話すのも好きですけど、そんな話が上手じゃないので、いろいろ話してくれる彼女が。そうですね。なるほどなるほど。ではちょっと。私はもう本当にもう全部好きですね。もう全部大好き。いいですね。いや本当にもう私のスーパーマンだなって思ってて、本当に彼は本当にやばいんですよ。これを使い方を間違うとダメ女製造機になってしまうぐらい。確かにそうですね。そうやばすぎて愛の注ぎ方が半端ないですよね。半端じゃないので。なんでだろう、私がこれをやりたいなって思って、これやりたいんだって言ったら全部調べてくれるんですよね、そのやり方。何から何まで全部準備して、こうやるといいよって全部セッティングして、はいって。へえ、すごい。すごい、私の望みを全部叶えてくれるスーパーマンなんですよ。やばいですねそれ。この人本当にやばいの。多分それはもうね葵ちゃんしか見れないなんか一面なんでしょうけど、そうですね、確かにトミさんの過去の恋愛ちょっと私も聞きましたけれども、かなりのダメ女を製造してるっていうところがありましたもんね。それはねもう葵ちゃんもご存知ですけども、いっぱい聞いたんですよ過去のことを。そうですよね。そしたら本当に最終的に彼女は自分で洋服も着れなくなるらしいんですよ。これ本当ですからね皆さん。結構引きますけど本当に。今服着せてもらってる。それで
からすごく分かったんですよ。そのなんでそうなってしまうか、付き合った女性がなんで自分で洋服すらお風呂すら入れなくなるのかが分かったんで、私はその時にこう腹にグッと力を入れて、このままじゃダメになると私がじゃあ最初はちょっと風呂にいろいろしてもらってたんですか？してもらってないです。してもらってないけど、その尽くし方が分かってきた段階で、これはやばいぞこれ以上受け入れっていうのてしまうとは流されてしまう。その怖い、私がせっかく一人で頑張ってきたものさ、多分全部失うなって思ったぐらい、これはやばいぞって、この波に乗ったらやばいぞって思ったんで、もう腹にグッと力を入れて、ダメだ、違う、これを望んでいるんじゃないっていうのをやっぱ望み直しじゃないですけど。じゃあそれがやっぱり今こうお二人が別居婚という形で、同じマンションの中の違うお部屋にお住まいになっているということですけど、それはやっぱりそのこともあって一緒に生活を全部しないというのを選ばれたっていうこともあるんでしょうかね。それは三名学的に、三名学的にですね。はい三名学的にそうしました。それはじゃあ別々の方がいいという。そうです。なるほど、そっちの方が多分私たちらしい、なんか、形ができるんじゃないかなって思ったんで、もう別居婚っていう形を取ったんで。今このお二人のそのYouTube のねチャンネル旅ちゃんでこれ放送されてますけれども、やはりこのカップルであるというね、これがご夫婦であったということですけど、やっぱりその別々に住んだりとかってするとね、なんかこう知らないことが増えて、なんかちょっとイメージ的にはこう不仲になりやすいとか、なんかすごくあると思うんですね。だからこう見てらっしゃる方がこんだけこう別々に生活をされてもうまくいくみたいなことがなかなかね目の当たりにできることがないと思うので、何かその別居婚をしていて、私たちこうわからないところですけど、こういいところというか、こうおすすめできるところとかなんかありましたらちょっとお伺いしておきたいなって。やっぱよく寝れるよね。そうだね。睡眠が一番合理的に取れるよね。確かにそれはありますね。やっぱ夫婦で長年ね一緒に暮らしてますと、やはりお互いねいびきとかそういうものに我慢して暮らすってことがありますから、その辺では一番睡眠が。そうですね。睡眠。寝るタイミングと起きるタイミングに左右されなくなる。そこは完全にフリーになるもんね。時々はじゃあどちらかのお家にお泊まりされるとかってもあるんですか？たまに。なるほどなるほど。でも帰る、寝る時にバイバイってやっぱ帰る。もう本当に距離がね。今日は泊まろっかなとか、そんな感じですね。なるほどなるほど。いいですね。そう、ワンちゃんいるんでうち。そうですね。葵ちゃんはねワンちゃんを飼われてますもんね。帰りたいなっていうのは。でも一日に1回は必ずどちらかのお家で会ったりとか。いやもうそれは。だからね。これ本当不思議なんですけど、別居してると会いたくなるんですよ。なるほど、そうですね。なんか確かに同じ部屋にね住んでたら嫌でも会いますものね。でもこうわざわざ行かないと会えないというところが、3分ぐらいかかる、2分ぐらいかかるか。お互いの部屋を行き来するのに2分ぐらいかかる。3階と6階の関係。3階と6階で、はい、なるほど。そうだから会いたいなって、バイバイってするときに会いたいなってなる。そういつまでもなんか恋人気分というか、しっかり寂しくなるんですよね。2時間ではなく2分。そのお部屋ですよね。同じマンションの3階と6階に住まれているので、行き来は2分でできます。別居。そうです。なるということですね。はい。そうですね。はい。もう会いたい。もう会いたい。また来ちゃったみたいなことあるんですか？そう。あるんですね。あるんですね。本当にありがとうございます。ごちそうさまです。会わない日はないですか？いや今んとこないんじゃない？平成ジャンプの時だけじゃない？平成ジャンプの時なんかちょっと気になるワードが出ましたけれども。ジャンプのライブに行って泊まったりとか。なるほど。山田君見に行って、あと出張で沖縄行ったりとか。なるほど。お仕事の時は会えないけれども、例えば電話をしたりとか、そんな感じで。基本的にはもうしょっちゅうだね。会わない日ないんじゃない？そういうの。そういう例外を除いては。確かにそうですよね。なんか私が葵ちゃんの家にお邪魔して遊んでた時も、なんとなく玄関が開いて彼が入ってきて、だから普通だったらこうなんかねこれから行くよみたいなのがありますけど、何にもなくこういきなり来たんで、なるほどなというなんかそういう感じはありましたね。いいですね。じゃあはいどうぞ。なんか先ほどご飯って LINE するとなんかちょっと教
教えてもらえますか？あ、ご飯のラインのところから。するとそうなんですよ。私その料理が苦手で料理してくれる人望んでたんですよね、そしたらもう彼はもう料理が得意っていうか、いろいろなバイトとかで経験でその調理をしていたっていうのもあったので、自然と彼が基本的には料理を作るっていうことになって、でそれぞれ大体それぞれの部屋で仕事をしていることが多いので、お腹が空いたりすると、LINE で「お腹」ってお腹だけですか？お腹とか「お腹空いた」とかなるほど入れたりすると「ご飯作るよ」って返事が返ってきます。作ります。なるほど。作ります。どんなに忙しくても。そうですね。この記者会見の準備のさっきの冒頭の動画作ってる時とかでも、はいはい。まあじゃあそのケイちゃんに合わせて俺もちょっと休憩入れるかみたいな。俺もお腹空いてきたかな。なるほど。なるほどね。空いたかなみたいな。さっき食べたばっかだけど食べた時も空いたかもしれない。空いたかもしれない。素晴らしいですね。本当すごいすごい。なるほど。これがもうあれですね。葵さんの先ほど言ってたもう無償ないというか、もう上から来る的なね、もう想像を超えてくるっていうところでしょうね。確かに。じゃあ鈴木さんどうぞ。じゃあここでプロポーズの言葉を教えてください。はい。プロポーズの言葉。プロポーズはあれですね。特にないっていうか、じゃあうちの実家に2人で行ったんですよ。そしたらうちの親が前のめりで、うちの父ですけど、2人は俺結婚するのかみたいなことを言われて、まだ何も考えてないねみたいな感じでその時答えたんですけど、その日の夜に「どうする?」っていう、私は本当に結婚のエネルギー出さないって決めてたから「どうする?」って。でも結婚するんだったら、ちょっと三名学的になっちゃうんですけど、トラウ天中殺なので、その天中殺に入る前っていうのは決めてたので。そうで結婚、そっかみたいな、そういうワード自体がね、そんな出てこないというかで、お父さんから結婚についてどうなんだみたいな、もしするなら言ってくれって言われたので、その晩そういう話から「結婚どうする?」って言われて「別にするならするで全然いつでもいいよ」みたいな「じゃあする?」じゃあすっか」みたいな。じゃあしようかそういう感じなんで、プロポーズの言葉はって言われると困っちゃうんですよね。トミさん的に将来的に結婚したいという気持ちは多分終わりになったと思うんですけど、なんか自分から行くぞみたいなのも特になく、お家の方にご挨拶に行っちゃったということですかね。そうですね。ご両親にとってはすごい失礼だったのかもしれないですけど、まだ付き合って日も浅かったので2ヶ月ぐらいで。何きっかけでご両親のところに遊びに行くというような流れだったんですか？正月だったんですよ。お正月、なるほどなるほど。でいい機会だから一緒に生活してるわけじゃないですけど、ほぼ一緒みたいな感じなんで、お付き合いしてるっていうご報告をしていこうということで、まだ結婚っていうのはちょっと早いかなっていう感じだったんですよ。じゃあ逆に言うとお父様のそのちょっと前のめりな感じが2人のことを後押しするというか。そう、あれがなかったらちょっとそんなね、まだ早いかなっていうか、そんなにもう少し先でもいいかなというか。そうでしたね。あんまり本当に何も決めてなかったからなるほどなるほど。本当にノリでするみたいなノリで結婚っていう2人とも温度感が一緒だったのかね。一緒だったよとは思う。そうですね。もう将来的にというか、これからずっと一緒にいるんだろうなということはお互いに思いながらも、結婚という形にとらわれるのは別にしなくてもいいかなというようなところがあったんでしょうね、きっとね。あと付き合うっていう決めてからもそうだし、告白してるのもそうだし、それイコールそういう生活も完全に僕は考えてるんですよ。なるほど、トミさんの中ではもうね。それを教えてくれたのは大きかったですね。なんかもう付き合う段階で全部そこも含まれてた人だったので、もう一生かけて大事にするよというところですよね。付き合うと結婚が別の人ではなかったっていう。なるほど、その安心感は全然違いますね。じゃあっていう形
形でしたね。はい。はい、他に、はい、じゃあたくさん上がっておりますが、鈴木さん。ありがとうございます。付き合おうかは葵さんが言ってらっしゃるんですけど、実際告白とかはしてたんですか？口説いたりはされてたんですか？そうですね、告白しまして、まだ友達関係の時に、それが面白いんですけど、お家に来てなんかご飯作ってよって。そうご飯食べてみたかったんですよね。あ、付き合う前に。はい。まだ利用してた時です。ここはですね、はい、まだ利用して。でご飯作ってってこう思うじゃないですか。うちに来ると。なるほど、そうですね。お家に来るってそうですね。大きいですね、結構。行くから。はい。作ってよ。で、おっしゃいけると思って。はい。何をお作り？何が食べたいのみたいな。なんかナスの煮浸しかなんか。渋いですね。渋いですね。ナスの煮浸し。ナス食べたかった。ナス食べたかった。はい。まあそんな感じで用意して、食事を終えてよしこれはいけると思って。なるほど、はい。じゃあみたいなこれは打つぞみたいな感じで。いよいよ。好きです付き合ってくださいと。はい。ストレートに。はい。振られまして。はい、好きです付き合ってください。それはダメって言われて。ごめんなさい。はいはい。何しに来たん？ご飯食べに来たんだよね。確かにね、ちょっとそこ温度差ありますね、なんかね。これ誰？と思って、どうしたらいいのって。この今ね、この空気感ですね。これなんかちょっと想像しただけでも寒い、なんか辛いですよね。トミさんの気持ちになりますね。まあでもなんかそこから終わるってわけでも疎遠になるわけでもなく、友達関係という感じで。じゃあもうめげずに。そうですね。また頃合いが来たらまたやってやる。またチャンスが来たら告白してやるっていう。やるけど、まあそのタイミングはいつになるかわからないけど、飯食いに来るまでには成長したんだと思って。そうですね。またほらあるを見てるってところですよね。素晴らしいですね、本当に。よしと思ってるんですけど、どうしたらいいかわかんないですよ。確かに確かに。わかんないけど。まあ来る時はいずれ来るだろう。でその時にもし告白してダメだったらもうねグダグダな関係も嫌だから終わりにしようとは思ってたんですけど。なるほど、そこはもう潔く、もう一度告白してダメだった時にはもうこれ何回も100回行って101回目があるかもしれないということではなく、2回目頑張っていけたらあれだけどもなかったらちょっともう引こうと。引こうかなとは思ってたんですけど、まあとりあえず2回目だな。なるほど。そこに照準を合わせてですね。そうですね。なるほどなるほど。じゃあ2回目はそれでその関係の中でまあいつ次のタイミングが来るかわからないけど、まあ飯食いに行ったりとか遊んだりしてたんですよ。でそれでこうおみくじのくだりがあってでそれで電話で来たんで、僕は本当不意をつかれたんですよね。次のタイミングはいつなんだろうみたいな感じでこう様子を伺ったんですけど、あれ向こうから OK 来たらラッキーみたいな感じで OK もらったっていう流れですね。なるほどなるほど。最後の方はでも本当に付き合ってるみたいな感じだったよね。まあそうだね。そのぐらいなんか隣にいるのが自然になっていたんですよね。ちょっとね気になるところが皆さんあると思うんですけれども、なんかこう付き合うっていう、まあ、よく男女の付き合うっていう定義としてですね、鈴木さん質問ありますよね。ないです。何をされたいかわからないんで、まあないですか。まあやっぱり男女といえば、まあそういう体の関係といいますか、まあご両親もね、はい。マネージャーさんの方から。そういったお話をちょっと。NG な感じですかね。でもすごく視聴者の方がね、知りたいところかなっていうふうに。特にコメントないです。コメントないですか？コメントはないです。コメントなかったですか？いつからそういう関係でしたかとかは特にはないようですね。じゃあ見受けられないので。見受けられない。わかりました。じゃあ鈴木さんの方から他にご質問ありましたら。じゃあマイクではい。はい。葵ファンクラブテレビのあゆみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。式のご予定とかはございますか？そうですね。どうするっていう話なんですよね。なんかやっぱちょっと私変わってて、あんまりその結婚
式やりたいとか結婚披露宴やりたいっていう望みが出なかったんですよね。でどうしようかなって、でこの結婚記者会見はねやりたいって望みが出たんですよね。なのでこれはやったんですけど、もしやるとしたら来年の1月11日にやろうかなとは思ってますけど、結婚1周年ということでですね。そうですね、はいはいはい、なんかパーティーみたいな感じですね。そういうのがやってもいいかなみたいな気持ちはありますけど、まだわからないです。その時はぜひ司会でお仕事いただけたらと思います。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。では他にご質問ある方、はい、どうぞ。コメタン雑誌社の三宅と申します。よろしくお願いします。お料理を作っていただけるということで聞いたんですけれども、一番好きなピッピさんの料理を伺えたらと思います。ヤムウンセンですね。はい。タイ料理。タイ料理大好きで。来週からタイ行くんですけど2人で。でタイ料理が好きだって言ったら、もうすぐ作ってくれるわけですよね。でそれが本当に美味しくて。作ったことあったんですか？いや食べたこともなかったです。ああですよね。あんまりないです。初めて聞いた。そうですよね。私も初めて聞きました。なんだそれはと思って。きつい。かなりな無茶ぶりな感じですね。元がわからないです。でもレシピ見て、これだろうなと思って作ってみた。そう作ってみたんですよ。一発でうまくいったんですか？そうね。それはすごいですね。これなの。センスありますね。センスがすごい。そうなんですよ。そうですね。葵さんはちなみに一度もお料理を振る舞ったことは？いやそんなことないですよ。そんなことはなく。数回はあります。なるほどなるほど。どんなようなお料理を？なんだろう。この前ハヤシライス作ったよね。そう作ったね。どうでした？美味しかったです。美味しいってか嬉しいですよ。美味しいし。そうだ嬉しい。作ってくれたことが嬉しい。そう。味はどうでも味も美味しいですけど、いや作ってくれたってだけでもうやばいですね。なるほど。美味しかったんですね。でも美味しかったです。あ、それは素晴らしいですね。だからたまに作りますよ。作ってだいたい彼の部屋でご飯食べるので、なんかちょっと作って持ってったりとかしたりするんですけど、よくうちの親がね野菜を送ってくれるんですけど、福島ですもんね、実家が。うちに届いてそのまま彼の腐らせないっていうところではお母様もお父様もねご心配されてると思うんですけど、ちゃんと食べています。ちゃんと食べてますね。はい、本当にすごい人です。でもそうですね。なんかこう聞いたこともない料理をね一から作れるっていうのはなかなかないと思うのでね、素晴らしいと思いますね。ありがとうございました。センスある旦那様ということで。はい、ありがとうございます。聞いてもよろしいでしょうか。どうぞ。この今の雰囲気を聞いていると、そんなことはないんだろうなって思うんですけど、喧嘩をすることだとか言い合うことはありますか？なるほどなるほど。ほとんどない。ないよね。なんか全くないわけじゃないんですけど、全くないとも言えるかもしれないですけどね。要はちょっと空気が悪くなるというか、ちょっとピリつきそうだなっていう時はお互いにすごい察するんですよ。そう。私たち本当お互い気遣いなんで、っていうのをお互い分かるからお互い速攻で謝るっていう。ごめんって。そんなごめんってあるから喧嘩にならないですね。これは絶対私が悪くないとかないんですか？ないです。ないんですね。ないです。はあ、すごい。もう速攻で謝ります。で昨日もこの動画をね、今回いっぱい作るじゃないですか。それでこうエンディングね、最後に流す動画を本当に夜中ですよね、やってたんですよ。で出来上がったからって言って、じゃあ確認に行くねって言って確認しに行った時に、ごめんこれとこれでこういうふうにしてとかって注文をねまたつけた。注文するわけですよね。これこういう気持ちになるから最後こういう感じにしたいって言うと、もうみたいな。それから作業がねありますからね。そういうことをお構いなしに葵ちゃんはこうしてほしいってことだけを伝えたということですね。そう。みたいな。もう俺寝る時間なくなっちゃうよねみたいな。
でもやろでもやろうって言ってやってもらうんだけど、そのエネルギーは出てるわけですよね。なんか面倒くさいなとかちょっとねもうこれからでいいじゃないかとか、自分がやったやつの方がいいって多分ね、そこはねお互いクリエイターだから、そうですね、自分が作った作品がいいというのがあるんですけど、まあ最終的には聞いてくれるわけですよね。でそうなった時にってなった時にごめんねごめんねありがとうごめんねごめんねごめんねって言って本当にでもこうしたい本当ごめんありがとうってすごい謝り倒して感謝を言うと、なんかそういう気持ちにさせてごめんね変な空気出してごめんね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 ギューってギューそうですねギューってしてラブラブな感じそうギューってして終わります。でそこから、トミさんは作業に入り、そう葵さんは寝るという形ですかね。まあそうですね、最後までちょっと最終チェック。一応ちゃんと付き合って、そうですね。そこはいいですね。はい。なるほどなるほど。そうだからたまにあります。たまにあります。本当にたまにですね。でもほぼないね。なるほど。本当に速攻謝ります。もう私が彼がいないとダメなんで。ダメ、ここまで来ます。ちょっとダメに女ダメ女じゃないですよ。はい。そこはちゃんとしてますけど、まだ洋服はちゃんと自分で着ております。自分で着てます。お風呂も自分で。はい。そう、そこマスターしたんで、彼とどうそうなんか言うんですよ。俺を使いこなせる人がいないって言ってたよね。まあね、そうだね。そうね、上手に使ってほしいのに。そうじゃない方向に使い始めるから、俺も苦しくなるしお互いに苦しくなってしまう。そう、だから私はなんか上手に使いたいなって乗りこなしていきたいなって思うと、なんか本当にやりたいことを全部投げるんですよね。これ編集してとかこれやってとかって言うと全部やってくれると、もう自分で洋服も着なきゃいけないし自分で電車に乗って現場に行かなきゃいけないしっていうので。本当にうまくいってるよね。そうじゃあ富さん的にも今この関係はすごい心地いいっていうか。そうですね、やっぱ頼りにされてるとか役に立ててるっていう実感が日常的にもうほぼ毎日感じられるのでありがたいですね。あとちゃんとありがとうって言ってくれるから大事ですね。それが一番大事だと思う。本当にありがたいんですもん。それが嬉しくて、まあ心から出てる言葉だと思いますけどね。本当にすごい人で。今ちょっとコメントの中でですね、チャンエミさんから子供は欲しいのかなっていうような質問がございますけれども。子供ですね。私好きじゃなくて。はっきり。ずいぶんはっきり。アイドルだけど。子供が苦手で。なるほどなるほど。私はいらないっていうのが最初からあったので、いらないんだけどでも彼はね欲しいかもしれないから、そこも確認して大丈夫って言ったら、それも付き合う前にそんな話したよね。そうだっけ。そうな気がするけど。まあそうですね、お互いの結婚観みたいなものをたまたま話をしてる時に子供をね何人欲しいとかありますもんね。で僕もそんなまず自分自身が産むことができないじゃないですか。男の方はね。そうですね。だからパートナーありきの問題なんですよ。でパートナーの意見をまず尊重したいっていうのがあって、でそれでも俺は欲しいんだっていうタイプじゃなかったんで。なるほどなるほど。でやっぱ自分が子育てしてる、子供を見たら可愛いなとはもちろん思いますよ。だけど自分が子育てしたいかとか要は子孫を残したいかっていうと別にっていう感じだったんですよ。でそこで、彼女は別にそういうタイプじゃないってことだったんで、僕はそこは本当になんていうんですか、無理したわけではなく自然な形で意見が一緒だったという。そうですね。なるほどなるほど。はい。そうなんです。コメタンもねいますからね。息子のような可愛いワンちゃんがいますので。はい。他にそうですね。何かねYouTube チャンネル見てくださってる方がありましたらね、そうですね。質問がありましたらコメントの方でチャットしていただきたいと思いますけれども、他にじゃあどうぞ。
分のこの担当申します。よろしくお願いします。ピッピさんにすみません、ピッピさんの呼び方は NG なんで、はい。すみません。そうですね、はい。トミさんに聞きたいんですけれども、葵ちゃんの好きな仕草、表情とかってありますか？ちなみに私は葵ちゃんが何か美味しいものを食べて美味しいって言ってる時とか、私が何か葵ちゃんのためにしてあげた時に嬉しい、ありがとうって言ってくれるのがすっごく好きで。なるほど、わかりました。じゃあこちらの方はい、すいません。はい。トミさんから見た。その気持ちすごいわかりますね。リアクションがすごいはっきりしてるから、なんかして本当それありがとうと一緒なんですけど、こうしてあげたっていうとは言い方あれですけども、僕もしたくてやってるんで、その2人の関係においてこうお互いが支え合うっていうんですかね、そういうことをした時にわ嬉しいってはっきり言ってくれるんですよ。だからそういうところで今コノタンが言ったことももう本当同感です。なるほどなるほど。あと好きな仕草とかで言ったら、そうですね、やっぱ寝起き？そう、なんかね、すっぴ急にんが好きって言うんですよ。すっぴんがね、何にもしてないのが男性的には分かれるところですけどね。ボッサボサの髪でぼーっとしてるところが好きっていう、なんか本当に完全にソース目線な方なので、私は本当に何にも飾らず、ただそのままそこにいるだけでいいんだなっていうのをもう全部許可してくれた。負けました。最初から負けていますのでね。ありがとうございます。はい。ご質問ありがとうございました。そうですね。なんかこうね、その存在を許可するという、なんかもう起きたまんまの寝起きが一番可愛いというようなねことをなんか本当におっしゃってたと思うんですけれども、今後のね2人のなんかこう夢などありましたら、ぜひここでちょっと皆様にお伝えしていただけたらなと思うんですけど。はい。今ケイちゃんは来年の1月にライブハウスを貸し切ってですね、自分の単独のソロライブを行う。そうなるほど、素晴らしい。ちょっとね、歌がやりたくて、でも怖すぎてなかなかね動かなかったんですけど、やっと決めることができて、1月のね19日ですね。はい、119。皆さん119でございます。119でございます。119にライブハウスを借りまして、東京でございます。はい。そこでやることになったんですよね。なるほど。素晴らしい。そのチャレンジに向けて今頑張っているところなんですけども、僕も20代の頃にはバンドで一応デビューさせてもらっていて、徐々に売れなくなっていって、バンドからカメラにこう機材を持ち替えて人生を歩んでいるところで、お互いがこう出会って、結婚したのもそうですけど、2人でこう旅ちゃんという今配信しているチャンネルを立ち上げて、いろんなところに行って楽しさをお届けしたいという活動を行っているんですけども、2人の共通であるその音楽とか映像を使った表現っていうことをこれからもどんどんやっていきたいという、思いもありまして、今回2人の好きなアーティストのピーマル様っていうアーティストがいるんですけど、そのアーティストのシルブプレジデントを2人で歌って録音したものを踊ってみたという、歌って踊ってみた動画を作っていただいたんで自分作ったんです。自らですね。自らの手で作ったんだよね。はい。トミさんが作ったということですね。でいただいるんで、それをいただいてない。自分で作った。トミさんが作った。はい。そうですね。自分で作った。はい。はい。なのでそれを見ていただきたいな。そうですね。はい。そういう気持ちです。はい、ありがとうございます。ではというわけでお二人からの皆様へのプレゼントということですね。お二人がもうワクワクで作った初めての作品、ピーマル様のシルブプレジデント、ぜひご覧ください。どうぞ。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。
徹底的にリサーチだ。大嫌いしょうがない、クズは病気ねバイバイバイ。権力財産地位性何もないけど騒ぎたいでしょ。大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女、ダメですかそうですか。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげるシルブプレプレプレジデンス。先生、私が大統領になったらただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてやります。先生、以下略、いや向こうが強引でさっていう男の口にはレジを流し込んで固めてやります。まるでドンファン気取りスキャンダラー、ま単価格解消なしのスクープね。愛はない理由じゃない、悪くないのねはいはいはい。気迫のイケシャシャ何もないとかありえないでしょ。大統領になってもね、多分君は変わらないね。しらっととぼけてのらりくらりかわすのね。デートですかこんばんは、本気ですかそうですか。情熱とは不注意、微熱も消してしまいたい。大統領になったらね、マジで君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。どこですか今あんた、見つけちゃったバレちゃった。夜道にはご用心さよなら、代わりに銃声シルブプレプレプレジデンス。はい、ご覧いただきました。ありがとうございました。すごいクオリティでしたよね。これはどれぐらい練習されてお作りになったんですか。これはね、練習あんまりしてない。あんまりしなかった。練習しながら撮影したって感じですね。あ、そうですね。結構時間がなかったので、トミさんがお仕事忙しい。そう、お仕事忙しくて、なので本当に練習しながら撮影して。なるほどなるほど。ほぼ1日2日で。そうですね。わあすごいですね。お家で1時間くらいちょっとやって、で翌日の深夜だと思ってたんですけど、なんと当日の深夜であ1日撮んないってなってもう行ってもう撮影しながら、このスタジオでですねシーンごとに確認してつなげてという作業をまたトミさんが一人でやられて、これ歌もね歌ってらっしゃいますけど、これ音源というかはどこかで撮ったんですか。こうカラオケボックスとかそういうところで撮るんですか。家で撮るんですか。自宅です。もうこういう機材がねもうあるので、機材があるんですよ。そういうことも撮れるという。本当にすごい歌いたいって言ったらできるよっていう。なんかねすごいんですよ。ドラえもんなんですか。そう。ドラえもんですね。宇宙の舶来が歌やりたいってその分かってたかのような感じで全部できるっていう。だからなんかこの前なんか自分は花嫁修行してきたのかなって言ってたぐらい。私と結婚するためになんかいろんなスキルを学んできたのかなっていうぐらいやりたいんだって言うとできるよっていう。いやそれがなかなかね自分の口から言えるというかそう思えるということがなんか素晴らしいなと私は思うんですけど、いや分かんないです。もう葵ちゃんのためになんか生まれてきてこの37年間を過ごしてきたのではないかと。歌って踊ってとかそういうことをやりたくない人だったら僕ってあんまり使い勝手あんまり良くないと思うんですよ。まあそうですね。そこではあんまり必要ないというかね、そこは使わなくていいっていうか、まあお仕事として頑張っていただければいいっていう形だとは思いますけど、そこもフルに使えるというか、それ嬉しいですよねやっぱり。
自分のスキルをすべてだから妻に、そうですね。そういうことができるようになっていってから出会えたので、なるほどなるほど。なんか全然市場のニーズにマッチしない修行をなるほどなるほど修行してたのかなって。素晴らしいですね。なかなかこれにハマる人いないですもんね。確かにそうですね。っていう思うので、本当に私のためにやってきてくれたのかなって感動しちゃいますね。なるほど。今後お二人で何かこういうことをやっていきたいなとかっていう展望なんかございますか？やっぱ2人ともなんか表現とか歌とか音楽とかやっていきたいっていうのがあるので、ね、2人でバンドとかやってみたいなって。私はボーカルで彼はねドラムなので、メンバーが集まったらバンドやりたいなっていいですね、思ってます。だから旅ちゃんも旅だけじゃなくてこういう表現活動っていうのを、入れていきたいなっていうふうに思ってます。素晴らしいですね。ありがとうございます。そうですね。カップル夫婦っていう関係でもそういう旅っていうの以外にこうなんていうんですか、目指すものを追いかけるっていう、でそれをちょっとずつ叶えていくっていう姿もお届けできたらなっていうふうに。なるほどね。この旅ちゃんをねご覧になっている皆様に、ぜひねそういうものを伝えていただきたいなって思います、ね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ではここからねちょっと写真撮影に移りたいと思いますので、ちょっとお二人にじゃあちょっと金屏風の前で立っていただいてですね、記者の方々ここから写真撮影可能ですので、はいぜひぜひよろしくお願いします。どうですかね。ちょっとカメラが変え直そうか。あ、でも映ってるかな。ほら。あ、いいですね。あ、数切れちゃう。切れちゃう。指輪見せてもらいますか。結婚指輪なんか見せていただいていいですかね。ペアリングないんですよ。私たちもあんまり指輪もあんまり興味がなくて。ペアリング。ペアリング。なるほど。でもペアでもない。色もねあんまり色はあれですね。トミさんはゴールドで。そうですね。葵ちゃんはプラチナですかね。ちょっとそうはい、こちらもお願いします。あ、いいですね、いいですね。なんかちょっと違うポーズでね、違うポーズもお願いします。なんかちょっと肩を抱くとか。もうちょっとくっついてます。そうそう、あ、いいですね。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、すごくいいです。あ、いいですね。左手肩に。可愛いですね。トミさん。肩にね、手とかね。あ、いいですね。寄り添ってください。はい、寄り添って。はい、いいです、いいです。あ、いいですね。そうですね。せっかくですからね。大丈夫ですね。はい、じゃあお願いします。葵さんからもお願いしていいですか。はい、お願いします。ちょっとしゃがんでもらったりとか、なんかね。いいですね。大丈夫でしょうかね。はい、では、はい、大丈夫でしょうか。はい、ではご着席ください。ありがとうございます。大丈夫かな。はい。ではですね、楽しいひとときを皆様とお過ごししていただきましたけれども、そろそろお時間が来てましたので、以上で結婚記者会見を終了させていただきます。ではそれでは最後に改めましてお二人からご挨拶をお願いします。はい、本日は、結婚記者会見というこういう場を設けさせていただいてありがとうございます。それに付き合ってくださった今この現場にいる、記者の皆さん、司会のマネージャー含め、こういうふうに応援してくださる方々のおかげで、今の僕たちがいると思います。オンラインで今視聴してくださっている方も含めてね、本当に皆さんに改めて、感謝を言わせてください。どうもありがとうございます。とても幸せです。私もですね。なんか自分がこんな風に幸せな結婚ができるなんてちょっと想像すらしていなくて、なんかそれも本当に自分を大事にしてくれて愛してくれて
えてくれて、こんなにわがままで自由奔放な生き方をしている私を全部受け止めてくれて、支えてくれる人に出会えたことが本当に奇跡で、そしてこんなことやりたいって、結婚記者会見とかをやるとか、シルブプレジデンと一緒に踊ろうとか、全部夢を叶えてくれた上に、そしてここの現場に大好きなみんなが来てくれたことと、今見てくださってる方々、私を応援してくれて支えてくれている皆様がこうやってコメントで「おめでとう」って言ってくれるこの今が本当に本当に幸せです。本当にありがとうございました。ごめんなさい。泣いちゃったまた。最後本当に感動してしまって、私もちょっともらい泣きしてますけど、本当にありがとうございました。それではこれをもちまして、富和弘、芳賀恵子結婚報告記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございました。これからも末永くお二人をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あったかった。よかった見つかってね。うん、いい衣装見つかった。いいんじゃない？そこがオチだからね、やっぱね、ちょっと。はい、なんかねこう終わった感じでしたけれどもね、ちょっと大事なことをですね言い忘れていたってことに今気がつきましたので、ちょっともう一回戻ってまいりました。ちょっと2人で立ってお願いしよう。そうですね。立ってお願いしよう。はい。旅ちゃん、チャンネル登録よろしくお願いします。します。はい、皆さんしますね、これは。お願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。頑張ります。楽しい企画をね、どんどんと2人で、映像をね載せていくということですので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい。はい。
じゃあそれでははい、はい、さようなら終わります。さようなら。ありがとうございました。